皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1126日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1180名、戦車5両、装甲戦闘車18両、砲61門、多連装ロケット3両、ドローン118機、その他車両98両、となっています。戦線全体では、140回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。タイム誌は、ゼレンスキー大統領の独占インタビューを掲載し、ロシアの工作員が、ホワイトハウスの内部の人物に影響を与え、ロシアに有利な主張を推し進めることに成功していると述べました。ゼレンスキー大統領は名前こそ挙げませんでしたが、例えば、ウクライナが軍事行動を終わらせたくないという情報がホワイトハウス内に広まっているため、我々は事細かく修正するところから話が始まると指摘し、ロシアは情報工作に成功し、ホワイトハウスの一部の人物に影響を与えていることに成功していると強調しました。そういえば、トランプ大統領の発言と、ロシアのプロパガンダメディアの発言が妙に一致するというツイートがあったり、ビトコフ氏は、ロシアの主張を検証もせず、そのまま受け入れているとの情報もあり、前途は多難のようです。2番目。ロシア中央銀行は、先月提出した政府向けの報告書で、世界的な原油価格の下落が差し迫り、ロシアを旧ソ連のように破綻させる重大なリスクがあると警告し、ミシュスチン首相が議長を務めた会議で直接発表しました。中央銀行が原油価格について指摘するのは過去になく、中央銀行は次の3点を指摘しました。1、アメリカをはじめ、非OPEC諸国が生産量を増やしているため、OPEC諸国の生産能力が記録的に余っている。2、そのため、OPEC諸国は、ある時点で価格に関係なく増産に転じる。3、原油価格の下落により、ロシア政府の収入が直接影響を受けるが、ロシアにはこれに対応できるだけの資金的な余裕がない。そして、ロイターの記者が見たという報告書には、1974年から1985年にかけて原油価格が高騰し、その後18年間原油価格が低迷したスライドが示され、旧ソ連が崩壊した1991年と状況が似ていることを暗示しました。ロイターではアメリカ、ブラジル、ガイアナ、カザフスタンが増産を行う可能性があり、原油価格暴落が現実となる可能性があると指摘しています。3番目。ロシアでは新しい5000ルーブル札が登場しましたが、銀行の ATM が受け付けず使い物にならないと評判となっています。新5000ルーブル札7500円相当は、ウクライナ戦争後の2023年に発表され、つい最近流通し始めましたが、動画では ATM に入れても吐き出されるところが公開されています。その背景には、ウクライナ戦争と経済制裁があり、ATM の保守や回収を行う企業がロシアから撤退したため、新しい紙幣を認識できず、問題の解決の見込みはないとのことです。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面で、フルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、
数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスク、ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド、そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温12度、最低気温4度。今日の天気予報は雨となっています。この方面でロシア軍は12回の攻撃、17回の空爆を行いました。地上戦はスベルトリコボ、ゲオレフカ、グエボで確認されたものがありますが、ロシア軍の前進は見られず、戦況図に変更はありませんでした。ウクライナ軍のデムチェンコ報道官は、敵は相当数の人員と装備を蓄積し、小規模な攻撃部隊で国境を越えようとしているが、我が軍が撃退していると、ロシア軍が前進できていないことを報告しました。ベルゴロド方面。この方面では、ウクライナ軍が攻撃を行い、集落を占領し、突破口を開きました。そのうち連日お伝えしているデミドフカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が集落の北にある学校にいると思われ、集落のほぼ全てを占領しました。ご覧いただいているのはロシア軍のもので、地図の場所を観察しているところとなっています。また、未確認の複数の情報によると、ウクライナ軍は、その西にあるポポフカの郊外を占領し、集落に攻勢を開始しました。ウクライナ軍は、すでに集落内に入っている情報があります。さらに、ビルド氏によると、それ以外にも、複数の集落で地上戦となっている情報があります。戦況図では、ポポフカの集落の南側とデミドフカのほぼ全域をウクライナ軍が占領し、デミドフカは占領を示す青マークに更新しました。面積は8平方キロになります。それ以外には、今のところ、戦況図に影響のある情報はなく、ビルド氏の軍事専門家のレプケ氏は、ウクライナ軍はクルスクからエリート部隊を含むほとんどの部隊を撤退させ、新たな領土に攻撃することで、戦術の主導権を取ることができた。また、クルスクのロシア軍の消耗戦に付き合う必要がなくなり、装備と兵員をより効果的に運用できると、作戦の意味を説明しました。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは1回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍に撃退され、成果はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で5回、スバトベクレミンナ戦は11回、シベルスク周辺では5回、チャシフヤール方面では2回、トレツクの方向は17回攻撃を行いました。シベルスク周辺。ベルホノカミアンスケ南東にあるルハンスクドネツク州境では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが攻撃を仕掛けました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の K2 大隊のもので、地図の場所の様子となっています。この場所は、昨年の4月に、ルジアンが一度攻勢を仕掛け、その後、ウクライナ軍が6月に一部地域を奪還したところですが、再度係争地として更新しました。チャシフヤール方面。この方面では、市街地でドローンが飛び交う、接近した市街戦となりました。そのうち、位置情報付きの映像によると、ルジアンが、チャシフヤール市街地の貨物駅付近を盛んに攻撃していて、この付近にウクライナ軍の存在が確認できます。反対に、ウクライナ軍は、そのすぐ北の高層アパートに対し、ドローンを放ってルジアンの前進を阻止していて、ウクライナ軍が貨物駅付近で再度陣地を構築したことがわかります。ご覧いただいているのは、
ロシア軍の第98空挺連隊のものと、ウクライナ軍のオメガ特殊作戦旅団のものとなっています。戦況図では、貨物駅付近をウクライナ軍が奪還したとして更新しました。トレツク方面。この方面では、激しい市街戦となっていて、市街地では、ウクライナ軍が包囲される危険性がある中で、ルジアンを後退させ、抵抗を続けています。1番目。市街地のスタジアム付近では、激しいドローンと砲撃合戦となっていて、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がスタジアムの東側に数多く砲撃を行っていることから、ルジアンの最前線がこの場所になっていることがわかります。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、ルジアンの占領地をスタジアムの東側に縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。2番目。その南のレオニディフカとネリピフカの間の郊外では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が南に奪還作戦を行い、前進しました。ご覧いただいているのは、第12アゾフ特殊作戦旅団のもので、地図の場所の地下室の入り口から、ルジアンの陣地を観察している様子となっています。この作戦で、ルジアン2人が捕虜となりました。この場所は、昨年11月にルジアンが前進したところでしたが、戦況図では、この付近までウクライナ軍が奪還したとして更新しました。面積は 1.5 平方キロになります。3番目。一方、その南8キロに位置するパンテレイモニフカとオレクサンドロピルの間の郊外では、ルジアンが攻撃し、ウクライナ軍が前進を阻止しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所にある家を観察している様子となっています。戦況図では、この場所まで2キロほど係争地が拡大したとして更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では61回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で11回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、接触線全体に攻撃を仕掛け、局所的に激しい地上戦となっています。1番目。ポクロフスクの東にあるタラシフカでは、ここ最近ルジアンが前進しているとお伝えしましたが、今日は一転して、ウクライナ軍が集落で反撃を行い、前進しました。ご覧いただいているのは、ルジアン側の撮影したもので、ウクライナ軍が奪還した後に、光ファイバードローンが、その様子を観察しているところとなっています。この場所は、5日前にルジアンが前進したところですが、ウクライナ軍が一部奪還したとして更新しました。面積は 2.5 平方キロになります。2番目。西側正面のウスペニフカの集落では、ルジアンの歩兵が前進し、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の高所恐怖症のトンビという気の利いた名前のドローン部隊が撮影したもので、3人のルジアンが地獄に召される前の様子を観察しているところとなっています。この場所は、ちょうど1ヶ月前に、ウクライナ軍が戦車戦で勝利して奪還したところですが、戦況図では再度係争地に更新しました。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。これらの方面では陣地戦に移行し、ルジアンは様々な方向に攻撃を仕掛け、前進しようとしています。ベリカノボシルカ方面。そのうち、プリビルネの西にあるビルネポールの集落では、位置情報付きの映像によると、ルジアンがプリビルネを迂回して南から前進し、集落地に近づこうとしています。プリビルネは、ウクライナ軍が地上部隊を投入してルジアンを追い出したので、違う方向から前進を仕掛けた可能性があります。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第31機械化旅団のもので、
集落の最初の建物を観察している様子となっています。今のところは、宣教図に変更はありません。後方地域。今日もルシアン領内で不審な出来事が起きています。1番目。インターファックス通信によると、沿海州の不特定の場所でルシアン軍の Su-25 が墜落した情報があります。この飛行機は弾薬を携行せず訓練飛行をしていたところ、エンジントラブルにより無人地帯に落下し、パイロットは脱出したと伝えられています。2番目。オレンブルグ州の第2の都市オルスクでは、昨年4月にダムが決壊して洪水が発生し、3万2000棟の住宅が浸水しましたが、インフレにより入札が不調で、ダムの再建に失敗しました。これにより、川は雪解け水が溢れ、流域では新たな洪水が始まった情報があります。3番目。ベラルーシ国境に近いスモレンスクでは、何者かが鉄道を破壊し、ブリャンスク、クルスクへの軍事物資の輸送が滞っている情報があります。パルチザン組織のアテシュによると、変圧器で火災となり、兵站に遅れが出ているとのことです。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは3回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、宣教図に変更はありませんでした。その他、ロシアの会計検査院では、変動金利で借りている国債が増加しているため、今後返済が激増し、借金が予算を圧迫し、他の予算執行ができなくなる可能性を警告しました。監査報告書では、金利の上昇、インフレの加速、経済状況の悪化は、返済コストの増加を招くと記されていますが、ロシア財務省では、国債発行の半分が変動金利となっているため、2023年に比べ、2024年は返済支出が 35% 増、2021年と比べると2倍以上に膨らんでいるとしています。ロシアの国債返済支出は今後も増え続け、2027年には3兆5900億ルーブル、5兆4000億円になると予想しているとのことです。ちなみに、ロシアの国債金利は新規発行分で 19% 程度で、今後昔の低い固定金利の国債も満期を迎え、借り換えが起きるごとに利払いが加速度的に増えることになります。比較のために、日本の国債償還額は1年で28兆円となっていますが、金利は 0.9% から 1.5% 程度と低水準で安定しています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。